皆さんこんにちは。本日の DKTV はなんと新型シビックタイプ R をライトチューニングしたスプーンがなんともうやってきた。やってきました。何をやったのこれ。車高を低くしていいねいいねいいね。タイヤつらい位置にしあ、いいてねいいねいいね。マフラーをドーンとあ、太くしいいねいいてねいいねいいね。かっこよくしてきた。本当にライトチューンだね。ですね。本当まずね普通のユーザーさんが最初にやるだろうなっていうところってここだと思います。まあ入りやすいチューニングだよね。その何百万もかけるんじゃなくて、もうベーシックな、本当に車が好きな人だとまずやりたいなって思うところって、まあこの辺かなっていう。そうだよね。タイヤホイールはつらい位置にしたいでしょ。でマフラーで音は楽しみたいでしょ。でトルク出るでしょ。出ますね。でやっぱこう車高は雪道みたいな車の車高嫌でしょ。もうちょっと下げたいな。そうだよね。やっぱさ下げるとかっこいいね。そうなんですよ。やっぱこうつらい位置はやっぱかっこいい。そう。車高を下げてつらい位置はかっこいい。じゃあコンピューターはまだコンピューターは今解析中なんで、でももともとこれカタログ馬力で330あって、まあ実際にね実際の計測をするとまあ条件にもいろいろよるんですけど、ちょっとそこまで出てなくても、でもこれ今マフラーつけてエアクリーナーも変わってる、本当のただ部品は変えただけ、それで330しっかり出てるんで、もうこの車の本来の姿になってます。さあそれではスプーンのライトチューンシビックタイプ R をニューですニューね、皆さんまだ手元にない方もいらっしゃるこれを袖ヶ浦でねテスト走行してみたいと思います。ぜひ行ってみましょう。どうぞ。今ノーマルタイヤです。なんで前回多分サーキット走った時とタイヤが一緒になるんで、そのだからライトチューンした部分の差が出ると思いますんで。さあそれではスプーンのライトチューン行ってみたいと思います。サスプラスマフラーです。なかなかいいよ本当に。ちょっとびっくり。冷えてるからね。冬だからね、真冬。12月の真ん中。真冬。ライトチューンです。320馬力。いいね、なんか楽しい時代に生まれて育ってるよね、我々は。
で足はちょっと跳ねるな。どうだけど R モードだからね、ちょい跳ねるけどノーマルのプラス R はまだいいかな。バタバタしない。こっちの方が硬いんだけど足が動いてる。こっちの方が穏やかだね。ダウンサスいいんじゃないですかこれ。思ったよりいいよこれ。本当にダウンサス立派ですよ。GR86 もそうだけどノーマルのダンパーがかなりいいみたいよ。ほらゴルフが燃えてる。あらららら。さあ、スプーンのライトチューンのシビックタイプ R です。行ってみたいと思います。いいね。新型シビックタイプ R がもうライトチューンで出てくるっていうのはこのダウンサス結構いいよ。今 R モードなんだけど全然いいよ。楽しいマニュアル。いいよこれ。
めちゃいいじゃん。ちょい跳ねるなぁ。いいよこれ。もうちょいだけどね。もうちょい羽なくしたいな。でもプラスアームのノーマルよりは全然いい感じ。ここはちょっと跳ねるね。パン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 。ここもそうだね。めっちゃいいわ。ちょい跳ねるが、ノーマルのプラス R よりは使いやすい。本当に、マフラー変えただけでなんか、余力が上がってるような気がする。その、アクセルレスポンスが良くなる。なかなかいい。本当に。ちょっとびっくりする。やりますね。いいよ、なかなか。だけど、ちょっと跳ねるな、まだ。2コーナー、3コーナー。あ、プラス R で走れるっていうことですか。そう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 。プラス R でもう気を使わないで走る。やっぱりノーマルのプラス R だと2コーナー3コーナーでもなんか1メーターぐらい向こうに飛んでっちゃうかなっていう飛び方すると、これは50センチ以内になってる。どうしても多分ノーマルダンパーの限界がそこにいるんだ。だからそのノーマルダンパーをほぼ使い切ってるのが多分ここまで動かす限界がいろんなパターンを試して、例えば前後レートのバランスっていうのを大きく変えてみたりとか、書き方も当然いろいろやってるけど、レートもじゃあ大きく変えてみたり、じゃあ後ろ硬くしようかとか、いろんなことやっていく中で現状を一番こうしっかりそして普通に走れるっていうのが多分セットが見つかっていた状態なんです。そうだね。まあ、ノーマルよりはいい。いいんだけど、もうちょいこのパン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 っていうのをなくしたいなって。2コーナー3コーナーで。やっぱり面白くないじゃないですか。これがいかに楽しいタイプ R を本当に楽しくに、まあ、どうすればいいかっていうふうにいろんなアプローチをしていくと、まあ、この辺のまず第一段階としては、まあ、僕らとしては少し形が見えたな。そう思う。そういう